もう50代だから、投資なんて今更遅いんじゃないか。老後のために少しでも節約して貯金しなきゃいけない。投資は難しそうだし、失敗して虎の子の資産を減らすのが怖い。そんな風に、心のどこかでブレーキをかけていませんか？もしそうなら、少しだけ肩の荷を下ろしてください。今日お話しするのは、何かを我慢して歯を食いしばって資産を作る。そんな苦行の話ではありません。あなたの人生の後半戦を劇的に楽しく、そして自由にするための希望の話です。50代の皆さん、まずはご自身を褒めてあげてください。バブル崩壊、リーマンショック、そして数々の不況、激動の時代を30年以上、最前線で戦い抜いてきた。家族を守り、会社を支え、日本経済を回してきた。その実績は何者にも代え難い、あなただけの勲章です。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございます。そんな歴戦の戦士であるあなただからこそ、お伝えしたいことがあります。老後の不安のために今の楽しみを犠牲にする。そんな生き方はもう終わりにしませんか？新NISAという制度は、実は若者のためだけのものではありません。私たち50代がこれから手に入れる自由へのパスポートなのです。でも船長、もう時間がないよ。投資なんてギャンブル、怖くてできないよ。教育費もまだかかるし、親の介護だってあるんだ。そう思う気持ちも痛いほどわかります。50代というのは人生で一番背負うものが重い時期かもしれません。上からは親の介護、下からは子供の学費や結婚資金、そして会社では役職定年で給料は下がるのに、責任だけは重いまま。体力の衰えも感じるし、再雇用の現実も見えてくる。まさにサンドイッチ世代、八方塞がりだと感じる夜もあるでしょう。そんな中で、大切なお金をリスクにさらすなんて、正気の沙汰ではない。そう感じるのが普通です。しかし、あえて言わせてください。大人の投資は、若者のそれとは全く違います。一発逆転を狙うギャンブルでもなければ、画面に張り付いて寿命を削るデイトレードでもありません。経験を積んだ50代だからこそできる、賢く優雅で、負けない戦い方があるのです。今日は、私が自身の失敗と成功から学んだ、人生後半が輝き出す大人の新NISA活用術について、愛車の話や銀行でカモにされそうになった恥ずかしい失敗談も交えながら、じっくりゆっくりとお話しします。コーヒーでも飲みながらリラックスして聞いてください。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。本題に入る前に少しだけ私の昔話をさせてください。実は私もかつてはお金の亡者のようになっていた時期がありました。老後が不安だ、年金だけじゃ暮らせないらしい、そんなニュースを見るたびに恐怖に駆られ、眉間にシワを寄せて節約をしていました。ランチは一番安いもの、欲しい服も我慢、旅行も控える、エアコンの温度設定にも目くじらを立てて、家族に嫌な顔をされたこともあります。そして投資のチャートとにらめっこをして1円でも増やそうと懸命でした。通帳の残高は確かに少しずつ増えていきました。でもふと鏡を見た時、そこに映っていたのはちっとも幸せそうじゃない、疲れ切った中年の顔でした。俺は一体何のために生きているんだろう。お金を墓場まで持っていく気か。家族との思い出より通帳の数字が大事なのか。そう自分に問いかけた時、答えが出ませんでした。そう気づいたきっかけは、ある晴れた日のドライブでした。私にはもう10年以上乗っている愛車があります。最新の高級車ではありませんし、走行距離もかなりいっています。あちこち型も来ていますが、メンテナンスをして大切に乗ってきた相棒です。その車で海沿いの道を走っていた時、窓から入ってくる風が本当に心地よかった。エンジンの音、潮の香り、流れる景色、隣には家族がいて、くだらない話で笑っている。その時ストンと腑に落ちたんです。ああ、幸せって
通帳の数字が増えることじゃないな。この風を感じられる今の心の余裕こそが本当の資産なんだなと。そこから私の投資スタイルはがらりと変わりました。将来の不安を消すための義務としての投資から、未来の選択肢を広げ、心に自由をもたらすための切符としての投資へ。これが大人の新NISAの真髄です。恐怖ではなく希望で動くこと。これができれば、投資は決して怖いものでも難しいものでもなくなります。さて、ここから具体的な大人の戦い方をお話ししますが、その前に一つだけ絶対に避けて通れない話をします。それは私たち50代が最も陥りやすい3つの罠についてです。これを知らずに新NISAを始めると高い確率で失敗します。まずはこの落とし穴を埋めておきましょう。罠その1、一発逆転を狙った集中投資。50代になるとどうしても焦りが出ます。老後まで時間がない、資金も足りない。だから話題の半導体株や仮想通貨、あるいは急上昇している個別株に退職金や虎の子の貯金を一括で突っ込んでしまう。これは投資ではありません。ただのギャンブルです。もし暴落したら若者のように労働で取り返す時間が私たちにはありません。50代の投資は増やすことよりも守りながら増やすことが最優先です。一発逆転の夢は捨ててください。それが身の破滅を招きます。罠その2、高配当株の甘い罠。配当金生活、憧れますよね。私も大好きです。響きがいいですよね。しかし、目先の配当利回りだけに目がくらんで、株価自体が下がっているボロボロの企業に投資してしまう人が後を絶ちません。配当が 5% もらえても株価が 10% 下がったらトータルでは大損です。これを投資の世界ではタコ足配当、自分の足を食べているだけと言います。企業分析のスキルがないうちは高配当株には安易に手を出さないのが無難です。罠その3、これが一番危険です。銀行や証券会社の窓口に行ってしまうこと。私もかつて退職金の運用相談で銀行の窓口に行ったことがあります。とても親切な担当者が笑顔でお茶を出してくれて、お客様にぴったりの商品がありますと提案してくれました。でも後で調べてゾッとしました。それは手数料がバカみたいに高い、銀行だけが儲かるぼったくり商品だったのです。購入時に 3%、持っているだけで毎年 2% 近く取られるような商品でした。彼らはプロですが、投資のプロではありません。販売のプロです。こちらの資産を増やすことより、自分たちのノルマを達成することが仕事です。厳しい言い方ですが、銀行にとって情報弱者の50代は最高のお客様、つまりかもなのです。50代の虎の子の資産を彼らの手数料稼ぎに使わせてはいけません。新NISAは必ずネット証券で自分自身の手で始めてください。少し厳しい話をしてしまいましたが、これさえ守ればあとは王道を行くだけです。ここからは50代が確実に資産と自由を手にするための3つのステップを具体的に解説していきます。ステップ1、時間の魔法を再定義する。15年という時間はあなたが思うよりずっと長くて偉大です。50歳から始めても複利の効果なんてたかが知れている。そう諦めていませんか？それはとんでもない誤解です。今50歳のあなたが65歳の定年を迎えるまであと15年あります。15年という時間がどれくらい長いか想像してみてください。おぎゃーと生まれた赤ちゃんが言葉を覚え、ランドセルを背負い、思春期を迎え、高校に入学する。0歳から15歳までの成長、これが15年という長さです。とてつもない変化と成長が起きる時間だと思いませんか？投資の世界でも同じです。15年あれば、複利という魔法は十分に威力を発揮します。過去のデータを見ても、世界の株式市場に15年以上投資を続けた場合、
元本割れをした確率は限りなくゼロに近かったという歴史があります。もちろん未来は約束できませんが、15年は勝率を極限まで高めるのに十分な期間なのです。具体的にシミュレーションしてみましょう。もしあなたが50歳から新NISAで毎月5万円を積み立てたとします。利回りは過去の世界株式の平均的な数字である年利 5% で計算します。65歳までの15年間で元本は900万円になります。さて、これが複利の力でいくらに増えていると思いますか？答えは約1336万円です。なんと436万円も増えているんです。何もせず銀行に預けていたら、今の金利では数千円しか増えません。その差は歴然です。もしもう少し頑張って月10万円積み立てられたらどうでしょう。お子さんが独立して教育費が浮いた分を回したとします。元本1800万円が15年後には約2670万円になります。利益だけで870万円です。年金問題なんてこれだけで解決してしまうインパクトがあります。人生100年時代、65歳以降も運用を続ければ20年30年と時間はあります。もう手遅れなんてことは絶対にありません。京種をまけばその木はあなたがリタイアする頃にはしっかりとした木陰を作り、果実を実らせてくれます。焦る必要はありません。じっくりと育てていけばいいのです。ステップ2、手間の美学。忙しい大人だからこそ何もしないことを選ぶ。20代の若者なら個別の企業の株を調べたり、デイトレードのようなことをしてハラハラするのも勉強かもしれません。しかし私たち50代にはそんな暇も体力もありません。仕事も責任あるポジションだし、親の介護や地域の役目もあるかもしれない。何より貴重な時間をパソコンの画面に張り付いて過ごすのはもったいない。仕事中に株価が気になってトイレに駆け込んだり、夜中にアメリカ市場の動向をチェックして寝不足になったり、そんなことをして本業がおろそかになったら本末転倒です。私たちの最大の資本はまだ現役で働ける人的資本なのですから。だからこそ大人の新NISAの正解は全世界株式、オルカンなどの投資信託を毎月自動で積み立てること。これ一択です。世界中の優良企業にまるっと分散投資をする。アメリカが伸びればその恩恵を受け、インドが出てくればそれも取り込む。どの国が勝つかなんて予想する必要はありません。地球経済全体の成長に自分のお金を乗せておくだけです。設定にかかる時間は最初の10分だけ。あとは毎月勝手に口座から引き落とされ、積み立てられていきます。株価が上がろうが下がろうが気にしない。むしろ忘れているくらいがちょうどいい。暴落が来たらどうするんだと不安になるかもしれません。その時は安く買えるバーゲンセールが来たと思ってそのまま放置してください。歴史上世界経済は数々の暴落を乗り越えて右肩上がりで成長してきました。老婆有利さえしなければ時間は味方してくれます。これが手間の美学です。投資にかける時間は最小限にして、空いた時間で本を読んだり、愛車を洗ったり、パートナーと美味しいものを食べたりする。お金を増やすことより人生を豊かにすることに時間を使う。これが大人の余裕というものです。ステップ3、出口の哲学。4% ルールは自分への自由給付金です。日本人は真面目なので貯めることは得意ですが、使うことが下手だと言われます。せっかく貯めたお金を取り崩すのが怖い。減っていく通帳を見るのがつらい。そう言って一番お金持ちになった状態で人生の幕引きを迎える人が多いそうです。墓場に金は持っていけないと分かっていても、いざとなると使えない。それが人間の心理です。資産が減る恐怖は増える喜びの2倍以上だと言われていますから当然です。でもそれでは意味がありません。お金は
使って初めて価値に変わる交換チケットです。そこで知っておいてほしいのが 4% ルールという考え方です。これはアメリカのトリニティ大学の研究に基づいた資産を取り崩す時の黄金ルールです。簡単に言うと、投資で得られる年間の利益の範囲内で資産を取り崩して使っていくという方法です。例えば、新NISAでコツコツと1000万円の資産を作ったとしましょう。その 4%、つまり年間40万円。これを資産の元本である木の幹を減らさずに生み出された果実として受け取るのです。年間40万円あれば何ができるでしょうか。夫婦でちょっと豪華な温泉旅行に年2回行けるかもしれません。露天風呂付きの客室で美味しい懐石料理を食べて日頃の疲れを癒す。そんな贅沢が資産を減らさずにできるんです。あるいは趣味の道具を妥協せずに買えるかもしれません。ずっと欲しかった一眼レフカメラ、釣り竿、あるいはゴルフクラブ。お孫さんに素敵なランドセルをプレゼントできるかもしれません。このお金は労働の対価ではありません。汗水垂らして働いたお金を使うのは気が引けるかもしれませんが、これはあなたのお金が働いてあなたのために稼いでくれた不労所得です。これを私は自分への自由給付金と呼んでいます。生活費のためにカツカツで取り崩すのではなく、人生を彩るために堂々と果実を味わう。これは不労所得だからパーッと使っていいんだと自分に許可を出してあげる。この出口戦略を持っているだけで未来への漠然とした不安は具体的な楽しみに変わります。ああ、10年後には毎年これくらいのボーナスが入ってくるんだな。そう思えば今の日々の仕事も少し前向きに取り組める気がしませんか。辛い満員電車も面倒な会議も未来の自由のための手巻きだと思えば少しだけ足取りが軽くなるはずです。いかがでしたでしょうか。最後にもう一度大人の新NISA活用術のポイントをまとめます。一つ目、時間の魔法を信じること。15年あれば複利はあなたの味方をしてくれます。月5万円でも15年後には400万円以上の利益を生む可能性があります。焦らずじっくり育てましょう。2つ目、手間の美学を持つこと。忙しい50代はオルカンなどを自動で積み立てて、あとは忘れるくらいが正解です。投資以外の時間を楽しみましょう。相場の波に一喜一憂するのはプロに任せておけばいいのです。3つ目、出口の哲学を持つこと。4% ルールは自分への自由給付金です。罪悪感なく受け取り、人生を彩るために使いましょう。思い出作りこそが人生の最終的な目的です。この3つを意識するだけで、新NISAは単なる非課税制度からあなたの人生を支える頼もしい相棒へと進化します。冒頭でお話しした私の愛車の話を思い出してください。10年乗ってもメンテナンスをすればどこまでも走ってくれます。人生も同じです。50代という年齢は決して下り坂ではありません。経験というメンテナンスが行き届いた一番味わい深い時期です。知識もあり、分別もあり、そしてこれからは自由もある。最強の世代だと私は思っています。もう50代ではなく、まだ50代。今日がこれからの人生で一番は回避です。投資を始めるのに遅すぎるということはありません。むしろ、様々な経験をして、酸いも甘いも噛み分けた今だからこそ、目先の欲に惑わされず、本質的な投資ができるはずです。もし、今日の動画を見て、よし、ちょっとやってみるか、自由への切符、手に入れてみるか、銀行の窓口には行かず、自分で口座を開いてみるか、と、少しでも心が軽くなったなら、ぜひ高評価ボタンを押して教えてください。あなたのそのワンクリックが、私の後悔の何よりのエネルギーになります。また、コメント欄で、私はこんなことを楽しみに投資します。愛車でここに行きたいです。退職金でこんな失敗をしそうになりました。といった
体験談や未来へのワクワクする目標をぜひ聞かせてください。不安を書き込むのではなく、希望を書き込む場所にしましょう。同じ船に乗る仲間たちのコメントを見るだけで勇気が湧いてくるはずです。このチャンネルではこれからも恐怖や不安ではなく、希望と自由にフォーカスした大人のための資産形成術を発信していきます。難しい専門用語は使わず、誰にでもわかる言葉で本質的なことだけをお伝えしていきます。お金はあくまでツールです。主役はあなた自身です。ツールを賢く使いこなし、人生の後半戦を最高の物語にしていきましょう。私と一緒に賢く優雅にお金と自由の航路を進んでいきましょう。準備はいいですか？新しい船出の時です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。